皆さんは食生活で何か気をつけていることはありますか？妊娠期及び授乳期はママの健康と赤ちゃんの健やかな発育のためにとっても大切な時期です。そのためこの時期の食事の取り方が重要視されてきています。どんな風に食べたらよいか、気をつけたらよいか一緒に考えていきましょう。人生最初の1000日という言葉を聞いたことがありますか？この言葉は世界中で注目されています。ママのお腹の中にいる胎児期から2歳までの時期を言い、この時期に栄養状態が良かった子とそうでない子では、発達障害や肥満という健康上の問題だけでなく、将来の学力や所得に差が開いてしまうことが明らかになっています。さらにママの栄養状態はママ自身の健康状態にも大きく影響します。ママのためにも赤ちゃんのためにもしっかり栄養をとってほしい時期です。妊娠中の健康的な食事とは幅広い食品をバランスよく食べて栄養を適切に蓄えることです。また適量食べることも重要です。バランスの良い食事の理想は、主食、ご飯やパン、麺と主菜、肉、魚、卵、豆料理と副菜、野菜、キノコ、芋、海藻料理です。主食の黄色、主菜の赤、副菜の緑、この3色が揃うように毎食心がけましょう。牛乳などの乳製品や果物もプラスして摂ると良いでしょう。では、どれくらいの量を食べれば良いのでしょう。妊娠していない時の1日の目安となるエネルギー量は18歳から29歳の方で2000キロカロリー、30歳から49歳の方で2050キロカロリーです。1食あたり、主食はご飯なら握り拳1つ分が目安です。主菜は手のひらの大きさで厚さ2センチくらい。副菜は火を通した野菜なら片手にたっぷりと山になるくらい、生野菜なら両手一杯が目安です。こんな感じです。妊娠中に摂るべきカロリーは妊娠初期、16週未満はプラス50キロカロリー、中期、16から27週はプラス250キロカロリー、後期、28週以降はプラス450キロカロリー増えます。中期に入ったら主菜をもう一品プラス、週数が進んだらさらに副菜を一品プラス、という感じで主菜、副菜、果物で増やしましょう。後期は3食プラス軽食といった風に食事を増やしていきましょう。果物は手でつかめるくらいの量が目安です。飲み物や果物は意外とカロリーが高いので気をつけて食べましょう。1日3食しっかり食べましょう。朝が最も食後の代謝が高いのでしっかり食べましょう。朝食を抜くとエネルギー量や鉄、タンパク質などの栄養が不足してしまいます。また血糖値が昼食後や夕食後に急上昇してしまい、太りやすくなってしまいます。忙しい朝は具沢山の味噌汁や野菜スープでも副菜になります。具沢山の味噌汁と鮭おにぎり、野菜スープとパンに納豆やゆで卵とチーズを乗せてトーストすれば主食と主菜が取れて赤、黄色、緑3色が揃います。工夫して赤、黄色、緑が揃うようにしましょう。少し前まで日本では小さく産んで大きく育てるのが理想的だと言われてきました。でも最近は出生体重が少なすぎると将来的に生活習慣病になりやすいことが世界各国の研究から報告されるようになり、妊娠時の体格、BMI によって体重の増加をコントロールするように変わってきています。妊娠中の体重増加は赤ちゃんの出生体重に影響します。ママがちゃんと体重を増やさないとお腹の中の赤ちゃんは大きくなれません。出生体重は赤ちゃんの栄養状態の指標となるものです。2500g 以上なら問題ないのではと思うかもしれませんが、週数に見合った体重で産んであげると健康上のメリットが多いことが分かってきています。望ましい体重増加は妊娠前の自分の体型をもとに考えます。まずは自分の体型と適正増加体重を知りましょう。計算式に自分の身長と体重を当てはめて計算してみましょう。わからなければスタッフに聞いてくださいね。
体重の増加ペースは痩せ体型さんから普通体型さんは中期から後期で1週間に 0.3kg から 0.5kg です。体重は緩やかに増やしていきましょう。妊娠中は体重増加を気にする人が多いですが、太りすぎも痩せすぎもリスクは同じようにあるということを覚えておきましょう。妊娠中に体重が増えすぎると妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群、下記3、42週以降のお産、帝王切開、陣痛促進剤の使用が増えるとされています。また、大きな赤ちゃんを産む傾向にあります。大きく生まれた赤ちゃんも将来的に様々な病気を発症するリスクが高まります。妊娠前から BMI が高い方は特に注意が必要と言われています。ママの体重が増えないと早産しやすい傾向があります。その結果赤ちゃんの体が十分に成長しない状態で生まれることもあります。妊娠中の栄養不足が原因で小さく生まれた赤ちゃんは将来肥満等の生活習慣病になりやすいという研究報告もあります。産後に体重が元に戻らないかもしれないと不安な方も多いでしょうが、適切な食べ方をしていれば産後は授乳によって自然に体重が落ちていきます。退院までに3から 5kg 減り、半年くらいの間に元の体重に戻る方が多いと言われています。食べることは子供への投資です。そして産後はものすごく体力がいります。ママの元気と美しさのためにもきちんと食べましょう。今後のご家族の健康のために食生活を見直す機会となれば良いと思います。どうやって食べれば良いかわからない。体重がどんどん増えちゃう。たくさん食べられない。体重が増えないと。お悩みがあればスタッフに相談してください。一緒に考えていきましょう。情報社会の近年、妊婦さんのお食事に関してもたくさんの情報が氾濫していて混乱されてしまう方も多いかと思います。ご不安に感じることがあればスタッフに相談してくださいね。厚生労働省のホームページにお食事に関する妊婦さんに知っておいてもらいたい情報が紹介されています。こちらも確認してみましょう。